皆さんこんにちは、みさとです。今、伊勢市駅の近鉄下りホームにあるコインロッカーに荷物を入れました。今日はお伊勢参り、伊勢神宮に参拝に行きます。今いる伊勢市駅から伊勢神宮下空までこんな位置関係です。距離にして500メートル、散歩程度の距離で歩くにはちょうどいい感じです。参道にはお店もたくさんあります。お伊勢参りに来たんだなと気持ちも上がりますね。下空のエリア近くまで来ると赤福のお店とバスが大量に止まっています。内宮へ行くバスですが、これは後で乗ります。駅でビスタカーを降りた時から思っていましたが、やはり今日は参拝客が多いです。今から向かう下空は豊受大神宮といいまして、お米をはじめとした衣食住産業の神様です。日よけ橋を渡って手水舎で手を清めて口をすすぎ、一の鳥居をくぐり、しばらく木漏れ日の中を歩きます。二の鳥居を抜けると神楽殿や住所などの建物が見えてきます。さらに歩いて正宮を目指します。この中が下空の正宮です。あの中では撮影禁止になっています。立ち止まっているのはお賽銭の準備をしているからです。ということで下空正宮の参拝を済ませました。正宮の隣で空いている場所は古殿地。次の遷宮、引っ越しをするときに正宮はここに引っ越してきます。さてこの後は下空の境内にある3つの別宮に行きます。石段を登った先にあるのが高宮。正宮の豊の受の大神の荒御霊をお祭りしています。長い参拝の列ができていました。続いて土宮。地主の神である大土の御親の神をお祭りしています。別宮の最後に風宮。雨風を司る白津彦の命、白戸部の命をお祭りしています。下空の正宮と別宮の参拝を終えまして来た道を戻ります。時間は午前11時ぐらいですが、どんどん参拝客が来られていますね。下空の外に出まして、そろそろ早めのお昼をいただくことにします。今見た参拝客の多さだと食事時もかなりの混雑が予想されますし、お昼の場所はいろいろ探しまして、伊勢うどん中村さんに決めました。多少離れているから混み具合もマシではないかと予想です。参道から少し離れますが大した距離ではありません。お店に到着、何人かお店の外に並んでいました。注文したのは伊勢うどん。平べったいおうどんに黒いつゆに浅めに使っているのが伊勢うどんのスタイル。関西の薄い色のうどんつゆに慣れている身からするとさぞ濃い味かと最初は思いましたが、ちょうど良い塩梅のつゆで濃くも辛くもありません。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。お昼ご飯の後はバスに乗って内宮へ向かいます。IC カードリーダーは外に置かれていました。ちゃんと映っていませんがタッチしました。この時期、三重交通のバスはいろんなところから応援が来ているようです。そしてバスに乗車します。内宮行きのバスは発車。下空から内宮まで約15分です。地図で見るとこんな感じ。下空のバス停に到着。ここは臨時のバス停です。少し歩くと内宮の宇治橋手前の見慣れた風景になります。それにしても人が多い。昨年の同じ時期にも来ていますが、参拝客はほどほどで、バスは通常のバス停からの発着でした。内宮は皇太神宮といいます。御祭神は天照大神。皇室の御親神で日本人の総氏神になります。ということで宇治橋を渡ります。五十鈴川を眺めつつ渡ります。1000円を歩いています。
奉納されたお酒が見えます。そしてこちらは伊勢神宮の御領酒の白鷹、兵庫県西宮市で作られたお酒です。三重県の酒蔵ではないのですね。伊予家橋を渡って内宮の神域へ一の鳥居をくぐります。五十鈴川のみたらし場です。ここでは手水舎と同様にお清めができます。ちなみに川の水が透き通っていて泳いでいる魚が見えました。お清めも終えて正宮へ向かいます。除夜所や神楽殿の近くを通ります。さらに歩きまして内宮の正宮手前の階段下です。撮影可能なのはここまでなので、この辺りは記念撮影スポットですね。参拝を終えると横の階段が下りコースです。次に別宮の荒祭の宮へ、途中にある三重の御蔵です。高床式の倉庫ですね。お供えされた三重が奉納されているそうです。こちらは下幣殿、お供え物を収めておく蔵ですね。そしてこちらが荒祭の宮、ここも石段の上にあります。2杯2拍手1杯します。次は別宮の笠日の宮へ。地図で見るとこんな移動になります。先ほどの除夜所の前を通って少し外れた場所になります。その次は少し戻りますが、滝祭の神、こちらは別宮ではなく所管者になります。五十鈴川の守り神だそうです。ここは先ほどのみたらしの近くにあります。地域の方からはお取り次ぎさんと親しまれており、正宮の前に参拝すると天照大神に願い事を取り継いでくれるそうです。先に来た方が良かったですね。この後は近鉄の記念品を引き換えに行きます。伊勢神宮初詣割引切符に引き換え券がついており、記念品をいただけます。引き換え場所の3終電の場所はここ。引き換えは下宮でもできました。割引切符は参拝の作法も書かれているので便利ですよ。少し離れている3終電まで歩きます。すいません、お願いします。ありがとうございました。記念品を引き換えていただきました。毎年干支の置物がいただけて、12年連続で行くと12時すべて揃うことになりますね。3終電の中はこんな感じの休憩所です。記念品をいただいた後、所管者の2つの神社へ。内橋を渡る手前で右へ行くとその神社があります。小安神社と大山積神社です。別宮でもなく所管者ということで、先ほどの滝祭の神と同じく参拝者は少なめ。小安神社と大山積神社にもお参りしまして、宇治橋を渡って戻ってきました。この時点で14時を過ぎていましたが、参拝客の数はこんな感じで多いままです。お祓い町の方を見てもこの人の多さ、さすが1月のお伊勢さんですね。お祓い町おかげ横丁と歩きましたが、見てるだけでも面白いです。以前三重県に住んでいましたが、33銀行って聞いたことがないなと思いながら後で調べたら、三重銀行と第三銀行が合併してできたものなのですね。この辺りで赤福ぜんざいを食べようと思いましたが、さすがに赤福本店は長蛇の行列。赤福のお店は他にもあるので行ってみます。おかげ横丁は1月も終盤ということで、節分の市が始まっていました。こちらは105銀行内宮前支店。郵便局はこんな感じでした。お目当ての赤福の支店はもう少し先にあります。お祓い町通りを端の方まで来ました。内宮おかげ参道地下道を行きます。という
いうことで来たところは赤福五十鈴川店です。ここも並んでいますが、本店よりはるかに少ないので待ち時間は少なくて済みます。レジで支払いを済ませました。あとはいただく場所へ。結構埋まっていますが、食べ終えて空いたスペースへ向かいます。そして届きました赤福ぜんざいです。ほうじ茶と串直し用の塩吹き昆布が添えられています。赤福ぜんざい美味しくいただきました。美味しかったのに撮影している私が歩き疲れてだれている感にあふれていますね。お茶の市も帰るのも忘れて放心しているようです。歩き疲れた体に染み入りました。ごちそうさまでした。この後隣のゆすずジャーでお土産を購入。お伊勢参りのお土産もいろいろあります。おかげ犬サブレを買いました。だいぶ歩きましたがスムーズに赤福ぜんざいをいただけてよかったです。その後バス停に向かいます。この付近にもバス停がありましたが臨時ダイヤになっているので内宮前の臨時バス停まで行ってみます。10分以上かけて先ほどのバスを降りた内宮前臨時バス停です。この後は五十鈴川駅に出るのでそちら方面のバス停へバスに乗車します。五十鈴川駅へ向かうバスは途中でも多くの乗車があり超満員でした。10分ほどで五十鈴川駅に到着。時刻は16時半前でお伊勢参りだけならこのまま帰ってもいいのですが、初詣割引切符は3日間有効なのでせっかくなので1泊します。五十鈴川駅から宿泊地へ移動します。普通列車に乗車。五十鈴川駅停車中に島風が通過していきました。この列車で伊勢市まで移動します。伊勢市で下車しまして、午前中に下りホームのロッカーに預けていた荷物を回収。そして次の名古屋駅の急行に乗ります。松阪駅まで15分ほどの乗車です。松阪駅に着きました。駅の北口を出てこの日はホテルに宿泊です。ホテル au 松阪です。さてこの日の夕飯は鶏焼肉にしました。ホテルの前にあったお店肉18と書いて肉18と読むそうです。松阪は牛肉で有名ですが鶏肉の産地でもあって結構美味しいんです。以前松阪に住んでいてなんとなく知っていました。オーダーしたのは一人鶏焼き定食。こんな感じで焼いています。歩き疲れた体に効きますね。美味しい。追加オーダーで幻の鶏ホルモンも注文。これが幻の鶏ホルモンです。焼きます。コリコリとした感じで美味しかったです。鶏焼肉いけますよ。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。今回のお伊勢参りの旅いかがだったでしょうか。今年は昨年の同じ時期に比べ参拝者がものすごく多かったのが印象的でした。最近は災害や戦争で世間が何とも言えない状況なので皆さん世界の安寧を願ってお伊勢さんに願いに来てるのかもと思いながら私もその願いで参拝してきました。伊勢の旅はもう1日ありますがそれはまた続きの動画でお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。